One, two, three, four. おはようございます。おはようございます。アーシングジャーナルです。今日はジョンストンキャニオンという渓谷ですね、登っていきたいというふうに思ってます。結構ね有名なハイクスポットで、その渓谷の途中に様々な滝が見えるみたいで、ハイキング自体もそこまで厳しいハイクじゃなくて、もうみんな楽しんで、登れるようなハイクとなってます。家族連れにもおすすめの、がねすごい整備されてるので、片道アッパーフォールズまで3キロぐらいで登れる簡単なハイクなので、皆さん参考にしてみてください。はい。で僕らね駐車場に7時過ぎには着いたんですけど、第1駐車場はなぜか閉まってて、第2駐車場に止めたんですけど、7時の段階で埋まってはないんですけど、手前の方はもうだいぶ8時にはもう満車になってたので、早く来ることをお勧めします。では行ってみましょう。行ってきまーす。Let's go。モーニングウォークは気持ちがいいね。ねえ、やっぱ朝だとそんなに人もいなくてね。やっぱ朝日がさ、いい感じだよね。うん。真上から照らされてるのと横から照らされてるので、だいぶ表情が違うじゃん。あ、こんな感じでずっと舗装されてるんだっけ？そうだと思う。かなり歩きやすいって感じ。簡単。Why do I look like you? For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. もうねずっとこんな感じで舗装された道に緑の柵があって、もうディズニーランドスプラッシュマウンテン並んでる気分ですよ。あとね400メートルぐらいで着きます。I look like you. I was used to being a little. When I grew up, everyone was always bigger. すでにね歩き始めて20分経たないぐらいでもうローアーに到着しました。10分ぐらいじゃない？ね、めっちゃ近い秒で着いた。ね。全然急でもないです。うん、なんか赤ちゃん背負いながら歩いてる。本当だよね。 Like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to 滝の横洞窟になってます。 look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to make it all look better. Now I do, 'cause I look like you. I look like you. これがそう感じるわ。 I look like you. 違う。いや I look like you. 到着。イエちょっとねもう簡単すぎたのでインクポッツっていうところまで行ってみたいと思います。ここから3キロ。はい、イージーです。だいぶ俺らねもう慣れてきたんで、なんかちょっと3キロぐらいじゃ物足んないよね。物足んなくなっちゃった。いいやもう2キロぐらい。やてかね道がね
もうなんかずっとディズニーのねアトラクション並んでるような感じで、本当にそれ。永遠にこの緑の柵があって足元コンクリートですごい簡単なトレイルです。はでも滝はすごい綺麗だったい。子ね。供のあゆみさんでも登れます。はい、子供の歩みでも登れた朝だと日が昇ってなくて滝にねまだ日が刺さってなかったので確かに。ちょっとそれは残念だった。でもインクポッツから帰ってきたらちょうど日が差してるんじゃないかな。ありえる。めっちゃ混んでそうだけど、とりあえず行ってみましょう。行ってみましょう。勝負。アッパーフォールスからこのインカポッツってとこに今向かってる途中なんですけど、そこを境に人が一気に減るね。ちらほらいるんですけど、緑の柵もなくなって床がコンクリートじゃなくて普通に土になりました。ね。でも踏み固められてて歩きやすい。そうだね。いい感じ。ここから3キロなんで、はい、いい感じのトレイルになるかと思います。もうヘレンレイクでね、もう筋肉もりもりになっちゃったかなんで1回でなるね。日が出ると一気に暑いね。ら。ね。やっぱタンクで来てようか。あでもそんな蚊がいなくていいわ。あ、わかる。滝の近くの割に。あと 2.7 キロ。さっきからね、頭の中にね、ずーっとね、アーパチアパチが流れてる。なぜか。もうブーム過ぎたのにね。時代遅れだ。アーパチアパチアパチ。到着。インクポッツ。深いとこだったり浅いとこがあったりして水の流れが違ったりするんだって。だからいろんな色があるんだって、この川に。だからインクポッツなんだって。最高じゃん。これもそうじゃない？すごい。なんでこんなとこに溜まってんの？あ、すごっ。すごっ。めっちゃ冷たい。マジで冷たいよね。マイナス5度ぐらい。はい、今ねやっと駐車場までまた降りてきました。着いた。だいたいねもうトップまで行っちゃうとトップでちょっと映像撮りしてしたらねスタミナ切れでもう帰りはねもうカメラ回したくなくなるよね。ほんとそれ。ただひたすら下りたいみたいな。いや行きはさもう目的地があるからさ、あとちょっとだあとちょっとだって感じで頑張れるんだけど、もう下りはもうねもうゴールは終わったからひたすらもうあとは帰るだけで無だったね、はい、ほぼ無口だしね、疲れた。意外と疲れたわ。人も多いし、うん、そ
それがまたね、あとハエがめっちゃ多い。確かにハエやばすぎる。ねそれが結構精神的にきましたずっとなんかうわーってもんねでずっと戦ってた。まあね本当に午前中来るのをおすすめしますね。昼頃になるとめちゃめちゃ混むんで、滝がね、もうすんごい行列でした。本当に天然スプラッシュマウンテン。いや本当にディズニーのアトラクションだったよね。なんかしかも滝の方からさ、わーとかさ、わーとか聞こえるの。本当アトラクションだった。確かに、はい、でもね、すごい綺麗なので、はい、ぜひインクポッツの方まで行ってみてください。確かに、本当インクポッツおすすめです、個人的には滝よりも全然インクポッツの方が綺麗だった、山も見えて、しかもハイキング自体もそこまでね、きついわけじゃないし、子供も全然登ってるぐらい、いけると思います、じゃあね、もう今12時ぐらいなんで、ここから次はまず編集します。モレインレイク到着しました。ここはね、バンフとかジャスパーナショナルパーク来るなら絶対寄らなければいけない、レイクと言われてて、ただね、ここのモレインレイクのみは唯一自家用車で来ることができないので、シャトルバスを予約するかツアー会社のバスで来るかっていう風になってます。はい、で私たちは2日前に、今日の6時半のバスをもう予約したんですけど、もうね、予約開始1分で完売するぐらいもうね争奪戦なので、皆さん事前に調べていくことをおすすめします。ただね、やっぱり予約制なだけあって他のレイクと違ってすっごい空いてます、かなり人少なくて、見やすいですね。朝一がおすすめで、あいにくね曇りなんですけど、ほんと人少ないレイクをね味わえるかなというふうに思います。でこうやって曇ってても湖が、ブルーなのが分かりますよね。で上にはねこうやって山々があってすぐ近くに綺麗なレイクです。シャトルでモレーンレイクを見て、レイクルイズに来たんですけど、雨です。人も多いです。でもすごい氷河と湖めっちゃ綺麗。モレーンレイクより全然綺麗。モレーンレイクも綺麗だったけど、こっちの方がね、湖の色が明るいね。もうすでに10時ぐらいで結構人も多くて、でね、雨がパラパラ降ってきました。やっぱね、ここは一番朝一に来た方がいいかも。人がすごい。そうだね。ツアー会社とかも多分多いんじゃないかな。ここにでもホテルがあるよ、見て。本当だ。ここに泊まれんだよ。すごい綺麗なホテル。でもね、湖はめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。こっちの方がちょっとミルキーっぽい色味だね。こっから行けんのかな、ビッグB5は。ハイブか。あれ？そうだ。5.2 キロ。じゃあ行きます？行っちゃいましょう。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。行けんの？行けるっしょ。ということで、多分どんどん混んでくるんで、さっさと行っちゃいます。なんかね、ビッグ B5 の途中にレイクアグネスっていう湖があるんですけど、そこにねティーハウスがあって、そのティーハウスがすごい人気なのよ。そのティーハウスが朝8時の段階でちょっと並んでるぐらいで、そこからはもう結構行列って書いてあった。でもそのカフェから見る眺めがすごい綺麗で、
なんかちょっとしたコーヒーとお菓子とかなんだろうけど、うん。すごい人気のスポットでらへしい。まあ入んないとは思うけど、え。うん。まあちょっと見てみましょう。おい。うい。はい、ではね、湖のほとりからね、これから山の方入っていくんですけど、ただいまの時刻10時25分で、ビッグビーハイブの上までどんぐらいかかるのか、ちょっと計測していきたいと思います。はい、では、レッツゴ8キロ登るぞ。ー。イエー。イージーピー。結構人多いね。これ一番人気のトレイルだから。ビッグビーハイブ？あ、結構みんな登るんだ。今ね、ミラーレイクっていうちょっとね中間地点まで来ました。今ここにいて、でこう左にこっちに行って、でここ結構急な上り坂を登って、レイクアグネス、ここがティーハウスでレイクをこうぐるーっと回っていく感じで、もうちょっと登って最後ここまで行くとレイクアグネスが見れたり、多分レイクルイーズも見れてっていう。これ頂上だね、俺らのね。ここがゴールです。はい。でこっちに行くとなんかビッグサンブみたいな、なんかタンブ、ビッグタンブっていうポイントもあって、ここも綺麗って書いてありました。はい。ちょっと雨降ってるけどね。みんなはリトルビーハイブの方行ってるね。そうだね、多いね。まあせっかくだからこっちに行こう。うん。では行きます。はい。あ、でもこうやっても行けるんだ。まあいいか。うん。はい、ここね、左曲がってここからビーハイブ行くんですけど、この先もうなんか人が一気に減りました。この下のね道路まではねめちゃめちゃ人混んでて、むしろ渋滞してるぐらいなんですけど、ここから先意外といません、人が。ちょっと雨が強くなってきました。この4日間ぐらいいろんなとこハイキングしたり登ったりしてるから、なんか体力的にちょっと慣れてきたよね。なんか息が全然切れないね。そうだね。まあまだ緩やかって緩やか。いい感じです。目の前にそびえ立つ岩の壁、この頂上がね僕らが目指してるとこなんですけど、こっちからぐるーっと回って裏の方から上に上がる感じになりますね。でこの正面から登らないんですけど、まだ頂上までは高低差300、400メーターぐらいありそうです。途中にですね有名ななんか、カフェテラスみたいなとこがあって、そこがすごい人気みたいなんですけど、そこに行くには2つのルートがあって、僕らちょっとね急な方を選んできたんですけど、最後のとこがねこういう感じで階段になってます。でね、そこには滝がすぐ見えますね。でこの岩の後ろにそのカフェみたいなのがあります。はい、とりあえずまた第2中継地点到着。アグネス湖っていうね湖がここに。おお、すげえ、めっちゃ綺麗ですね。後ろのこの切り立った感じが。アグネスティーハウス並んでます。よし、では行くぞ。残り1キロもないっしょ。ただ高低差がちょっとあるけどね、まあ雨もねちょっと止んだんで。めちゃめちゃ綺麗。
ごいね。ちょっと太陽が出てきてくれたから。頂はもうすぐ目の前に。心臓破りすぎる坂だわ。心臓破りすぎた。心臓破れた。頑張れ頑張れ。心臓破れました。修復したらねもっと強くなるよ。破れてまた戻って、そしてハートはでかくなるんだ。そうだ。飲んで飲んで飲まれて飲んでみたいな感じだよ。なるみさん。400メートルって地味だよ。あ、お、ほら見える下が。はい。もう余裕じゃん。雨も止んだし。最高。あとちょっとで頂上です。いやー、心臓破りだったわ。疲れた。汗だくです。ちなみに言っとくと、富士山最後のジグザグあったじゃん。あれずっとみたいな感じ。あ、もうやだ。リアルあれが永遠続く感じ。やばっ。見てこの青さ。今日は曇りです。この前日本の川かなんかで顔料を川に流したかなんかして川が青く染まったの知ってる？知らない。ニュースになってたんだけど、それ行き着いた時ここでした。蛍光ブルーを入れて混ぜてこんなになりますみたいな。塗料を川に入れるのをやめてもらっていいですか？なぜなら湖がこんな色に変色します。こんな最色に。高じゃん。やめてもらっていいですか？最高じゃん。それ何やってくださいって言ってんの？いけよ。めっちゃ綺麗なんだけど。これは登った甲斐あったわ。顔料。今のレイクルイーズです。レイクルイーズやっぱ綺麗だね。うん、めっちゃ綺麗。ペイトレイクもめっちゃ真っ青だったけど、ここはね、水色ですごい発色してる。なんかね、小屋がある。ここがトップです。人がね、少ないね、こっちまで来ると。ナイスなスポットを求めて3000里。この辺は？そこは？これいいじゃん。ほら。ああ、うん。いい感じかもしれん。あ、あそこだ。そこの下、そこ下行ける？その下、うん。見つけたね。到着。こちらはアグネスレイク。アグネスレイクも綺麗。うん。アグネスレイクはターコイズブルーですか？アグネスレイクからこう登ってきてずっと頂上まで行ったんですけど、今度下ってくるときにこっちがアグネスレイクで、こっち側に行くことができて、別のルートでレイクルイーズまで帰ることできるんで、そっちから下山してみたいと思います。みんなバンフの方ばっか見るからさ、うん、ヘレンレイクは聞いてたのかな。そうだね。ここは含めてよかった。うん、やっぱここはね有名なレイクだけあって登りたい人もいっぱいいるんだろうね。なかなかね、やっぱり下りはちょっとね、集中力切れて疲れがどっときます。てか勢いに長くね。距離はねちょっと、距離、うん、疲れた。ああ疲れた。雨も降ってきてね、びしょびしょ。多分ね登り始めにこんだけ降ってたら多分登ってなかったと思うんで、まあ登れたことに感謝感激ね。登れてラッキーだったね。今日でねレイクルイーズのこの周辺に5泊4泊したんですけど、今日でレイクルイーズ離れて次はバンフエリアに向かいます。またバンフのねハイキングを
登っていきたいかなというふうに思ってますけど、あゆみさんどうでしょう？まあ、ここもバンフなんですけどね。まあね、もうちょい下の方でも。ハイクはでも結構登りたかったハイクは全部回ったので、まあもうこんな長い距離はいいかな。結構ね、食料も尽きちゃって、なんせ出発当日に行ったコストコがカナダデーでやってなかったので、お米も全部食べきっちゃったよね、全部。あれ最後あと1回分あるよ。あるか、お米あと1回分とラーメンもあとそんな、ラーメンはあるか、ラーメンいっぱいある。そっか、でもパンとかもないし結構食べきっちゃったからね。でもホットケーキミックスがある。まあね、それはあるね。それは毎日食べてんじゃん。米がないぐらいだよ、だから。でもニンニクとかもないし、まあなんかこの辺やっぱスーパー高いので、高いね、なるべく買いたくないじゃん、だからね、あんまりこっちに長居しててもアメリカに行く資金がなくなっちゃうから、まあぼちぼちですね。あと1週間行かないぐらいでアメリカに下る予定です。無事国境が越えられるのか、そこだね。今日はもうできたらシャワー浴びてバンフのタウンをちょっと散策したいと思ってます。ではね、あともう多分1時間もないぐらいでベースキャンプというかレイクルイーズの最初の出発地点に戻れるんで、もうちょい頑張ります。ビッグ B5 登って、もうバスで、レイクルイーズのタウンに戻ってきて、今からバンフに向かいたいというふうに思います。おはようございます。昨日で、バンフ、ジャスパー両方の見たかったポイントはほとんど見終わったので、バンフの、ね、ダウンタウンに来てます。バッグ、これかわいい。こんな感じです。かわいい。かわいい、これさ、並べてさ、名字とかでね揃えたらめっちゃかわいい。$8 1個。おお、高い。お土産に待って、そのまま可愛くない？Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out prime time, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming out second best. Always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you.
カナダからアメリカへ入国します。怖いよー、ドキドキするよ。 I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know.